関西記念堂、そのダブルローンがね、最終的にね、自転車を買って、人生で初めてっていうものに乗って、四駆のね、講習に行きたかったんで、一人で運転してオーストラリア中を旅して回ろう。四駆を知り尽くしてなくて、はい、皆さん、こんにちは。マミリーランドのマミです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画は、私の愛車トヨタプラド GXL 関西記念動画でございます。はい。ということで、私事なんですけれども、ローンがね、全部終わりました。完済しました。ということでね、長かったんですよ。5年かけて、私のね、プラドになりました。プラドを買い始めて、もう半年ぐらいで、その土地のローンが始まってっていう、そのダブルローンがね、もうそこから始まったんですね。で、その家を買いましたっていう動画でも以前お話ししましたけど、そのローンがちょっと降りるのが苦しかったのが、実はその車のローンがあったからなんですね。ちょっとそこまで考えてなくって。でも、結果的には全部ローンも降りましたし、その車のローンもそのまま継続できていったんですけれども、その途中、最後も、だから4年ほどは、その車と家と土地とっていうそのローンがずっと被ってまして、結構ね、大変な時期もありました。私がなぜプラドを買ったのかっていうところと、オーストラリア来てから私がじゃあ実際どんな車にね、乗ってたかなっていうのとかも少しお話できたらなと思っています。それでは、どうぞ。私がオーストラリアに来たのが2015年なので、それまではね、違う車にも乗ってました。まず来てから1年半は車持ってなかったんですね。もう車なしで学生だったし、お金もなかったし、で、まずそもそもこのままオーストラリアに入れるかどうかもわからなかったので、語学学校時代はもうほぼほぼ徒歩でした。で、大学生になって、さすがにちょっと徒歩がきつくなって、シェアハウスをね、割と私転々としてたので、場所によってはちょっと徒歩で行けなかったりで、バスもやっぱり時間が合わなかったりとかして大変だったので、最終的にね、自転車を買って、で、自転車通勤してました、大学行く時とかは。最初の1年半ぐらいは、もう、車はなかったです。で、こっちは、日本の免許証と、あとそれに対する英語の翻訳書があれば、特に講習とかなしで、サウスオーストラリアの、南オーストラリアの免許証発行してくれるので、免許証はもう作ってすぐ持ってたんですけれども、身分証明に使えるから。でも、車はね、持ってなかったです。で、2回目の実習に行くときに、ルーラルって言って、ちょっと田舎の方の病院の実習の希望を出したんですね。で、そしたら通って、で、そうなるとやっぱりもう車がいるってことになって、っていうので買いました。それがね、初めてオーストラリアで乗った車で、トヨタのね、カムリでした。白の、だからセダン。その時に私人生で初めてセダンっていうものに乗って、で、結構大きかったんですよね。5人乗りの。もう本当に昔のセダン。あれ何年製だったかな？多分2005年とかだったと思うんですけれども。で、買って、それを最初にね、乗ってました。結構ね、故障したんですよ。最初良かったんですけど、途中から、エンジン急に止まったり、それこそ道、普通に走ってて、信号待ちしてるじゃないですか、道路のど真ん中で。そしたらね、プスって、エンジンが普通に止まったりして、今、日本でいう JAF 読んだりしたりもしました。それが何回かあって、最終的になんかバッテリーの緩みかなんかがあったみたいで、それを直してもらって、そこからは大丈夫だったんですね。で、もっともっと私はセダン乗りたくない派なんですね。セダンっていうのが私の中にはなくって、もう私は、初めて日本で仮免で
初めて人生で運転した車が、その時のその父が乗ってたいすゞのビッグホーンっていうめちゃくちゃ大きい車で、それを仮免で練習したもんだから、もう四駆の運転のしやすさにもう惚れ惚れしてしまって。で、もう四駆以外好きじゃなくなったんですよ、そっから。なんとなくね、もう車は四駆が大好きって。日本でも、三菱の RVR とか、最後はアウトランダーをね、乗ってました。K もね、乗ってたんですけれども、あと、マツダのデミオとかも乗ってたんですけれども、基本的にはその大きい車がね、好きで、乗ってました。で、もう、カムリーがね、もう故障もするし、もう、セダンやっぱり嫌だしっていうので、やっぱり四駆にね、乗りたいなっていう私のその希望がね、どんどんこう、ふつふつとまた湧いてきたんですね、欲望が。で、もう仕事もしだしてたし、買えないわけじゃないから、っていうことで買いましょう。で、どうしてもね、四駆のね、講習に行きたかったんですね。四駆を乗りこなしたかった。自分で、前も言いましたけど、一人で運転してオーストラリア中を、旅して回ろうって思ってたので、そうなると、やっぱそのテクニックがいる。だからやっぱり四駆を買ってちゃんと知識を得たかった。なので、四駆をね、探したんですよ。探して、その時見つけたのがジープ。で、ジープの中古で四駆って書いてあったんですね。で、そんなに高くなくって、で、車も綺麗かったし、で、ジープちょっとね、憧れてしまって、で、そのジープがね、すごい良かったんですよ、革張りの。で、シートヒーターがついてて、車乗って、ヒーターが暖かくなる前にもシートがまず暖かくなるっていう。で、そういうちょっとした機能とかにも憧れて、で、それをね、購入したんですよ。四駆って書いてたから。でも私そこまでその時、四駆を知り尽くしてなくて、今も全然知り尽くしてないんですけど、そこまで分かってなくって、四駆っていうだけでね、買ったんですよ。そのジープを買ってすぐに、四駆のね、講習をしてくれる方をもうずっと見つけてたので、その方にね、メールしたんですね。で、こうでこの車に乗ってるんだけど、あなたの講習に参加させてもらえませんかって聞いたら、もうすっごく、参加させてあげたいんだけれども、君の車は僕の講習にはね、ちょっとね、適さないんだよねって言われたんですよ。四駆だけど、本当の四駆の講習でできるほどの機能を持ってないって言われたんですね。で、私も奈落の底に本当落ちたような気分になって、やっと四駆乗ったのに、この講習は受けれない。しかも買ってすぐだったから、と思って、で、でもジープ自体は好きだったので、で、そのままね、1年半ほど乗りました。で、そのジープ買ってる時に空も買って、で、そのジープでお父さんとお母さん、最後、父がね、亡くなる前に、訪れた時もそのジープでいろんなとこ連れて行けたし、ジープはね、ジープで、よく活躍してくれました。だけど、やっぱりもう私の四駆熱がね、もう冷めなかったんですね。どうしても、大きい車に乗りたい。っていうことで、ジープを乗って1年半、探し始めました。で、やっぱり、その講習のね、先生がずっと言ってたのは、トヨタのプラドが、やっぱりね、いいよって言って、で、やっぱトヨタはしっかりしてるし、君がね、したいこと、私がしたいこと、そのキャラバンを牽引したりとかっていうのもしたいって言ってたから、そのトヨタのプラドだったら、大概のものは牽引できるし、パワーもあるしっていうので、もうその先生もおすすめしてたプラド、で、私もずっと好きだったプラド、で、父が好きだったプラドっていうのもあったので、もうプラドに絞って、中古車をね、探し始めました。で、その時はもう赤がいいって決めてたので、中古車、いろいろ見て、なかなか赤ってでもないから、その時はね、もう、ジープの時はね、なんかもう、今すぐ欲しかったんで、買ったんですけど、プラドはちょっと待とうと思って、別にジープ乗れるし、で、探して、ウェブサイトにもうちょっとした情報が出ますけど、こういう車が今ありますよっていうのが出た時に、もうそこで、メールして、で、この車は何色ですかっていうのと、あとその、
キャラバンをね牽引できるトーバーっていうのがついてますかっていうのを聞いて、でそれが赤ですよ、でちゃんとトーバーもついてますよっていうので、もう一番にね5年落ちだったんですけど、結構な高い買い物なので、あとホストマザーにもまたその時ついてきてもらって、一緒にどこだ悪いとこないかとかっていうのも試乗も一緒にしてもらって、で最終的にね今のプラドになりました。でねプラドを買ってからやっとその講習、四駆のね講習に参加ができたんですね。1日かけて本当に朝一に集合して、もう夜日が暮れる直前まで丸1日かけて、砂の上を走る訓練と、あと川を渡る訓練と、A little bit, really slow. Sorry? Yeah, that's all good. Down the end. I would be up waiting for you if you had to leave. とあとすごい難しいガタガタ道をうまくでスリップはまってしまった時の出方とか。Alright, maybe really slow, just driving a straight line. Take your time. You won't have to do it big. Just point straight line through every hole. Don't accelerate. Just slow. Too fast. Till the end of time, I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better, 'cause of love like そういうのを全部教えてもらって、どの時点で四駆に変えるとか、でタイヤ圧のこととかいろいろね教えてもらいました。めちゃくちゃ楽しくって、でも4組その時参加してたんですけど、私以外のあと3組は全員カップルで、私だけ1人でっていうのがあって、 make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love. でそれでもね頑張ってやりました。そうでもあるし、でその後めちゃくちゃ大きい旅行にね行ったんですね。西オーストラリアのボーダーの近くまで走って、空と2人で。 Till the end of time, I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better, 'cause of love like this is rare. And I wanna take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh. でそんなんもあったし、いろんな冒険をしました。で四駆のコースも2回ほどプラド買ってから、やっぱりせっかくね講習受けたので、やっぱり実地練習したいなと思って、でそれはクリスと出会ってから2回ほど行って、クリスがねもうよく車のことは知ってるので、もう一緒教えてもらいながら。Go, go, go. Go, go, go. Oh, go, go, go. Go, go. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lot
ったし、ね、いろんなことキャンプもしたかな、したプラドでもしましたね。Love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. はい、そんなこんなでね、5年間このプラドと一緒にやってきて、やっとローンが払い終わって自分のものになって、これからね、もっともっとそのプラドでね、オーストラリア中をね、駆け回りたいと思っています。キャンプもどんどん行きたいし、ちょっと家のことがまだまだあるけれども、今見つけてキャンプちょっとでも行きたいし、遠出でもね、いいから行きたいなと思ってます。で、今まではね、ちょっとローンにお金がかかってたので、いろんなことできなかったですけど、ちょっとタイヤの仕様を変えたり、あとカーステレオをね、ちょっとアップグレードしようかなと思ってて、ちょっとライトを変えたり、2027年の、6、7、8月ぐらいかなってまだちゃんと決まってないんですけど、その時期に、新婚旅行でね、オーストラリアを半周、キャラバン、引きながら行こうと思ってます。だからそれに向けて、なるべく快適な車に仕上げていきたいし、ちゃんとメンテナンスもしていきたいし、私の大好きな赤のプラド、どんどんね、運転して、で、いろんなところ行って、皆さんにまた素敵なね、景色もお見せしていきたいと思っていますので、これからもね、マミリーランドよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。では次回の動画で、バイバイ。